承知しました。お任せください。書類の作成や資料の整理がいかに退屈で煩雑かは、私にもよくわかりますよ。ですが、地方政府の協力も得て、より多くの感染者に手を差し伸べようというなら、こうした目も頭も痛くなるような手続きを避けては通れません。おそらくあなたも私と同じように、必要に迫られて忍耐力を養ってきたんでしょうね。いえ、私はこんな健康生活ガイドなんて貼って回りませんよ。私たちの団体は人々により良い生活をという思いを掲げてはいますが、私個人としては、より良い生活を他人が好き勝手定義すべきではないと考えていますので、それに、私自身食事をエナジーバーで済ませてしまうことも、ままありますし。ほどほどにしておきます。このところ私がしょっちゅう内緒話を持ちかけられている？人事部の方にも同じことを聞かれましたが、赤新社への引き抜きを打診しているわけではないことだけは保証しますよ。ご存知かと思いますが、私には仕事で関わった皆さんの秘密を守る義務がありますので、それが肉親を殺めたことであろうと、クッキーを一枚つまみ食いしたことであろうと、一切他言はできません。ドクター、このビジネスカンファレンス用のスピーチ原稿を見ていただけませんか？開拓地におけるオリパシーの薬品配給に関するものです。ただ、やっぱり私は静かに話す方が性に合っていて、声を張り上げての演説にはなかなか。危険な任務への参加を熱望していた時の威勢はどうした？あれはまた別の話ですよ。会談は順調に進みましたし、落ち込むべきではないのですが、また、感染者も皆君のように聞き分けが良ければ、とうに今以上の寄付をしていたのだがね、みたいなことを言われてしまって。寛容でいるにしろ、譲歩するにしろ、そうやって一歩引くことができるのは、後ろにまだ引ける道が残されているからなのに。以前、ロンディニウムから避難する感染者を護送したことがあります。その中には、去る数も数名いて、かなりの長旅になったものです。アーツユニットを持たない彼らは、自衛のためにアーツを使ってしまえば病状の悪化は避けられません。しかし、私がアーツで彼らを守るのには、何の代償もいらない。皮肉なものですね。感染者は距離を置かれるのが常ですので、スキンシップを図ることで好意を伝えられると思いますよ。ですが、ハグというのは、もとより人を幸せにするものであって、感染者だからだとか、他に特別な要因があるからだとか、そんな理由付けなんて必要ないんです。ドクター、ハグ、してみませんか？どうしても、ロンディニウムの話をしないといけませんか？貴族のパーティーに参加したことがあるんですが、そこでは皆さん結晶を覆い隠して、パートナーの手を引いて踊っていました。労働者の手伝いで木材を運んだ時なんかは、目の黒いうちに自分の家を建てたいなぁなんて願いも聞かされましたよ。みんないい笑顔でした。だから私も笑顔で話しているんです。ドクター、どうぞおかけになってください。邪魔だなんてとんでもない。別に何か特別な景色を眺めていたわけではありませんので。錆びれた荒野に灰色の空。そして、変わり映えのしないただの日の出が見えるだけです。これまで、ずっと自分に言い聞かせてきました。
昇る太陽はいつの日も同じ。あの日顧みなかった日の出も、きっと同じなんだって。静かに。こんにちは。ドクターはお休み中です。いえいえ、もちろんサボりではありませんよ。人は元気いっぱいな時もあれば、どうしてもやる気が出ない時だってあるものです。毎日一心不乱に働ける人なんていないでしょ？お初にお目にかかります。マイレンダー基金参加の赤新社という団体の代表者として、交流と工学のためにロドスにお伺いした次第です。ビクトリアで私を見た方がいる？うん。その経歴に関しては、一旦黙秘させていただいてもよろしいでしょうか？すみません。小休止を挟んでもいいでしょうか？さすがに騒がしすぎて。ドクター、ありがとうございます。しかし残念ながら、ロドスに重用していただけるというのに、私に出せる提案は、ロドスがすでに成し遂げた成果に及ばないものばかりですよ。高校時代のとある午後、私はマイレンダーが公表した感染者の生存報告を読み、我こそがあの哀れな人々を救うのだと決心しました。後にその若き無知猛昧を幾度となく恥じることになるのですが、幸いながら後悔したことはありません。この騒音には、もうすっかり慣れたものです。皆さんは私の後に続いてください。作戦計画も物資の蓄えも万全ですから、きっとうまくいきます。寒さで震えが来たら、私のそばに寄って構いませんからね。まだ間に合いそうなら、まずは交渉を試みよう。緊張しているんですか？もちろん、いつでも出られます。まずは、耳を鳴らさないと。私たちに避けて通る選択肢はないんだ。火で越えてはならない一線を引いたまで。強行突破はご遠慮願います。引くつもりはありませんので、どうか迂回してください。君たちには、もっと多くの選択肢があったはずだ。こんなにも多くの方々があなたに希望を見出すのも頷けます。ああ、すみません。こう言われたらプレッシャーになるでしょうか。素晴らしい式でした。ほっと一息ついて、ささやかな打ち上げでもどうでしょう。ドクターさえ良ければ、私が彼らと話してきます。よかった。撤退プランはあらかじめ策定済みですし、医療物資も潤沢に残っているようです。これなら、何も心配いりませんね。感染者の社員にこれ相当の待遇をと言っても、なかなか聞いてくれる会社はないだろうな。私を驚かせたいのなら、大声を出す方が聞きますよ。私とおしゃべりがしたい？では、ビーズクッションを持ってきますね。ええ、かしこまらなくていいので、話したいことを何でもおっしゃってください。喜んで聞きますから。アークナイツ。何かご用命があれば、いつでもお呼びください。ああ、仕事だけでなく、コーヒー休憩の際も、ぜひお声掛けを。これまでの成果を総括することも大切ですが、そうして振り返れば、多くの後悔や痛みも目に入ってしまいます。
今日はこのいい雰囲気を壊したくないので、また日を改めてお話を聞いていただけますか？ええ、ドクターが聞く側です。お呼びですか？すみません。耳栓をしていて。絡まった紙テープをほどく作業だけを任されているので、音が聞こえなくても問題ないかと思い。いえいえ、誤解しないでください。年越しは好きですよ。皆さんが願掛けをするということは、それぞれまだ生活に希望を抱いているという証拠ですから。